ずっとデスクトップの上にあります。大変気に入ってもう手放せません。これ多分使ってみたらわかると思う、みんな。はい、どうも宮田です。今日はですね、ちょっといつもと画角が違うんですけど、今日はこいつ、ツアーボックスエリートの話をしていこうと思います。以前にも動画短めのやつを出したんですけど、ツアーボックスさんから提供いただいて、このツアーボックスエリートっていうね、今、この動画を出してるタイミングっていうのは、クラウドファンディングをやってて、その資金を募るっていうのでね、紹介してもらえませんかっていうので紹介したんですが、本当タイミングで言えば、今、もうすぐ終わっちゃうんで、少しでも気になってる人は、すぐにチェックしてみた方がいいと思うんですけど、前回出した動画っていうのは、短くまとめた動画で、あまり深いところまでは語りきれてなかったので、今回はもう尺を気にせずに好きなだけ語っていこうかなと思っております。はい。ということで、ここでちょっと軽い自己紹介をしますが、僕は、フリーランスのフォトグラファーをやっていて、レタッチっていうね、写真の編集みたいなのも自分でする内容の仕事が多いので、こうやって液タブがあったりとかで、そういう中でツアーボックスさんから提供もらって使ってみて、めちゃくちゃ仕事がはかどる部分っていうのがあったので、そういうね、写真の編集とか、画像編集とか、そういった部分に関して僕はツアーボックスの紹介とかだとイラストレーターの人とかが多いんだけど、僕は写真とか画像処理とか、そういった部分に関してちょっと話していこうかなと思っております。はい。もう本当に褒めすぎて、忖度ありありみたいな感じで思われたりもするんですけど、普通にもう実際かなり気に入っちゃってるんで、そうなっちゃうのはしょうがない。僕の使い方で言えばめちゃくちゃいいんで。ただ、気になる点っていうのがないわけではないので、最後にその話もしていきたいと思っております。気になる人はぜひ最後まで動画見ていただけると嬉しいなと思います。写真を撮る宮田さん、このチャンネルでは、撮影関連の機材とか、気になるガジェットの話をしていくチャンネルになっておりますので、動画最後まで見て面白いなと思ったら、グッドボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいなと思います。ということで、じゃあ早速動画の内容いきましょう。レッツゴー。はい。ということでですね、こいつ、さっきも見せましたけど、ツアーボックスエリートっていう、これ左手デバイスですね。左手側にね、こうやって置いて、いろいろ操作して、ペンタブとか触りながら効率化を図るっていうデバイスなんですが、さっきも言った通り、僕はこれめちゃくちゃ気に入っていて、これもらって使い始めてからね、もう何件も実際の仕事で使ってきたんですけど、ありがたい。ですね。もう今これ返してって言われて返すことになったらもう自腹でね買うぐらいの気持ちがあるっていうか、もう一個欲しいんだけど、白色が欲しいんだけど、一応今のところ1台で使っていて、もう仕事をやる上では全然問題ないというか手放せないデバイスになっているんですが、その理由の一つ、今回ね、ハードウェアの部分とソフトウェアの部分っていう順序で、いい点というか気に入ってる点っていうのを話していきたいなと思ってるんですが、まず最初に、ハードウェアの部分なんですけど、本体ですね。前のね、動画、めちゃくちゃテンション高く、語ってる動画があるんで、そっちも見てほしいんですが、ハードウェアに関して、もう本当に一つ、めちゃくちゃいい点として言えるのが、このレイアウトというか操作感なんですよ。僕自身これ、見たことあって全然知ってはいたんですけど、手に入れたことはなくて使ったことはなくてっていう中で、ちょっと奇抜なデザインで、何かしら意味のあるデザインなんだろうなとはもちろん思ってたんですけど、これが本当にいいです。前の動画でも言いましたけど、めちゃくちゃいい。もうボタンとか、こういう左手デバイスって割とボタン類とかダイヤル類とか似たようなものが並んでるのが多いんですけど、そっちの方が見た目は綺麗なのかもしれないけどね。このツアーボックスって、ボタンの押し心地の違うボタンがあったりとか、こことかもね、これ違ったりとか、ダイヤルもつまんで回すもの、スクロール、回転式のダイヤルっていうものがあったりとか、それぞれのボタンで操作感が違うんです、感覚が。だから、自分の中で直結する、頭の中でね、直結していく操作に割り当てると、もう本当に馴染むし、左手だけで操作している時でも、ブラインドタッチで使えるんですよ。これがね、本当に強くて、左手デバイス僕自身もいろいろ使ってきた経験はあるんですけど、どうにも馴染まない。効率化っていう意味で言えば、もちろんよく使うキーとかを左手デバイスにまとめて、ショートカットをまとめてってやった方が効率化を図れるんだろうけど、じゃあそのショートカットキーを割り当てたキーっていうのはどれがどれだっけって思い出す工数が増えてたら、効率化としては全く意味をなさないわけですよ。そんな中で、このツアーボックスっていうのは、この操作感、もうつまんで回すダイヤルと回す、回転させるダイヤルってもう感覚が全く違うじゃん。ボタンも押し心地もそうなんだけど、そういう意味で本当にね、使い込んでいくほど左手に馴染んでいくし、今まで使った左手デバイスの中でぶっちぎりで左手に馴染むのが早かったです。これは本当マジ。これ多分使ってみたらわかると思う。みんな。でね、もう一つ、前の動画では尺が足りなくて触れられなかったんですが、これね、
音聞こえる？マイクに近いだけ。こういうダイヤル回すと、これハプティックフィードバックってiPhone とかで物理的なボタンではないんですけど、こうボタンを押したような感触が返ってくる。モーターがこうビッってなって、感覚を伝えるっていうハプティックフィードバックっていうのがあるんですけど、そのハプティックフィードバックっていうのが従来の今までこう2機種あったツアーボックスっていうのにはなかったらしいんですよ。で、今回このツアーボックスエリートっていうのからハプティックフィードバックっていうのが搭載されてですね、こう回転させたメモリの感覚っていうのが非常にわかりやすくなったっていうことで、僕はこれなかったらめちゃくちゃ使いづらかっただろうなって個人的には思ってます。前の機種を使ったことがないので、厳密な比較ではないんですけど、これが回した感覚がないっていうのは、ちょっと僕的にはきついかなっていう感じ。で、物理的なこの仕組みではないので、このハプティックフィードバックのこうフィードバックが返ってくる感覚とかをソフトウェアで調整することもできるんです。これはなんか用途によってはより細かく調整したいものとか、ざっくり調整したいものとか、こう画面をスクロールするのとさ、スライダーを調整するのってやっぱ違うじゃん。そういう時にこうフィードバックの感覚を変えたりとかっていうのができるのは非常にメリットなのかなと思いました。あと一つ、このツアーボックスエリートになって進化した部分っていうのが、これが一番でかいのか最初に言わなきゃいけなかったかもしれない。Bluetooth に対応しました。今これ無線で繋がってるんだけど、今までのツアーボックスっていうのはこう有線で繋ぐしかできなかったみたいで、個人的には別にずっと置いとくものだし、有線でも今これ触った身として言えばね、従来の機種を持ってたとしてもめちゃくちゃ便利だったとは思うんだけど、Bluetooth になったってことで、この、デスクがね、煩雑にならないというか、綺麗な状態で保てるっていうのは良かったのかなと思います。こう、使う時だけ出して、普段はしまっといて、僕出しっぱなんですけど、っていう使い方もできるし、あとは僕 Windows 使ってて、出先ではラップトップ Mac 使ってるんですけど、その Mac と2台までペアリングできるみたいで、その2台をね、こう切り替えれるっていうのは、有線だとめんどくさいから、そういった部分も Bluetooth ならではのメリットになるのかなと思います。はい。いやめちゃくちゃ早口で喋ってたんだけど、ハードウェアの部分に関しては、前どんな話でしたっけな。熱量のこもった、今も熱量込めてるんだけど、熱量のこもったレビューっていうのが以前にも出してるので、そっちも含めて見ていただけたらなと思うんですが、前回、ソフトウェアの部分に触れる時間っていうのがあまりなくてですね、こう見た目綺麗だよ、めちゃめちゃ使えるよぐらいのざっくりした紹介だったんですけど、今回ちょっとソフトウェアの紹介もしていこうかなと思います。ちょっとここからソフトウェアの紹介に行くので、画面録画しながら話していけたらなと思うんですが、はい、こんな感じでツアーボックスのコンソールソフト、まだまだなんかベータ版っぽいんだけど、4月中旬ぐらいに正式リリースがあるって言ったんだけど、今4月24日撮影時点では、正式リリースはまだないみたいで連絡が来ておりません。ベータ版ということで、ここから修正がいろいろされていくのかなと思うんですけど、見た目とか機能性に関しては割ともう出来上がってるのかなっていう感じはします。現時点でいくつかこうプリセットを組んでたりはするんですけど、ツアーボックスコンソールだと、ツアーボックスコンソールは、デフォルトの時点で Photoshop と、Premiere Pro と Lightroom 3つのプリセットっていうのは用意されてるようです。で、他のものっていうのがないので、その辺は自分で組んでいく必要があるんですけど、僕は今こう Photoshop M っていうのがあったり、Lightroom M っていうのがあって、Premiere のエディットとかカラーとか、そういうのを自分で組んでたりします。で、プリセットに関してはまたちょっと後で詳しく触れるんですが、設定していく画面に関してはこの辺ですね。こうやって、ダイヤルとか、スクロールノブとか、いろんなボタンがあって、そこに自分でいろんな機能を割り当てていくっていう感じになっています。これデフォルトの今プリセットなんだけど、あんまり設定はしてませんが、これいいのがね、なんかこう、めちゃめちゃ見やすい。ソフトウェアとしてめちゃくちゃ見やすいし、わかりやすい。これ非常に重要で、ソフトウェアを理解して使うっていうのに一定のリテラシーを求めるのってなんかこうクリエイティブなソフトだとかだったら当たり前だとは思うんだけど、こういうねコンソールソフトとかにそんなもんね自分のリソース割きたくないからこう使いやすいっていうのは非常に重要で、こう左下にさ図があってこうねボタンを選択していくとこの左下の図とかでもここのボタンを今設定してるよっていうのが出るからめちゃくちゃわかりやすいよね。で例えばこうサイドボタンに何か設定したいなと思ったらここショートカットキー Windows キーと例えば D とか設定してやるともうこのボタンを押すとこのキーになるよっていうのが設定出てきたりとかこう Windows と D で何になるのか分かんないんだけど
バックスペースじゃない。あとはなんかこう、ライトルームとかのこう基本的な操作のプリセットがね、ここに表示されたりで、割り当てたりとか、プレミアもあるんですけど、他にもこう、マウスの操作とか、こうフォルダとかファイルとかウェブサイトを開く、特定のね、ディレクトリとかを指定してやって何かを開くとか、あとはシステムのこの音量のプラスマイナスとか、再生一時停止、ミュートとか、そういうのが割り当てられたりもします。これめちゃくちゃ簡単じゃない？欲しい機能をこのなんか図を見ながらこのボタンをね、押してこう設定していくっていうだけ。で、このボタンをね、一つこの、あるじゃん。このツアーボックスのボタンを1回押すっていう操作だけじゃなくて、こう2回押しとか、ボタン同士の組み合わせとか、そういうのにもいろんな機能を割り当てることができるんですよ。この辺はね、正直使い切れてないかな。多すぎて。もう僕がやっている作業で言うと、めちゃくちゃ使うキーっていうのをもう本当に簡単に割り当てて、もうすぐ実践に投入しちゃって、使っていっちゃってるので、もっともっとこう細かい部分にいろんな機能を割り当てれば、もっともっとね、効率化っていうのできそうなんですけど、ちょっと早く使いたいが先走って、全然深いところまでやりきれてないんですが、こういった感じでいろんなパラメータをね、こう、十字キーとボタンと、もうめちゃくちゃ設定できるんよ、これ。フルで使いこなした人なんかおらんのじゃね？こうスクロールとボタンとかね、スクロールとノブとかね、これやばいよね。マジでこんだけね、凄まじい数の設定をすることができるっていう感じになっています。でですね、これめちゃくちゃ設定できるじゃないですか。めちゃくちゃ設定できるのを、ずっとね、全部覚えとくっていうのは無理なわけですよ。そういう時に便利なのが、例えば、今これデフォルトのプリセットですけど、トールのボタンにガイドを開く、ショートにHUD、ヘッドアップディスプレイを開くっていうのを割り当てました。ってなると、ここね、トールを押してやると、こうやって出るの。これ設定してる内容が全部出る。これやばくない？で、今こうホーム画面なんだけど、回転系のツールね、に割り当てたものが、こう組み合わせたやつとかもここに全部出るし、こうボタン類の設定、コンビネーションのやつも出るし、2回押しのも出るし、十字キーの設定も出るし、こうやって今、こう選んでいるプリセットの設定内容っていうのをすぐに表示することができます。あともう一つ、ヘッドアップディスプレイっていうのがあったんだけど、こうしてやると、こういう画面が出る。これ今何も割り当ててないんで、何も出てないんだけど、これ十字キーに割り当ててるものとかをこうやって表示することができます。これボタンと組み合わせた時っていうのはその表示が出るんで、本当に、なんて言うんだろうな、こう十字キーとかめちゃめちゃ設定内容覚えづらいと思うんだけど、そういう時にもこうやってね、ヘッドアップディスプレイ、これ出しっぱにできるんで、これ出しっぱにして、操作するっていうのができるようになってます。もう、こういう細かい気遣い含めてソフトウェアが洗練されすぎていて、今回初出しではないと思うんで、従来機種が2機種あって、それのこう Bluetooth に対応したバージョンっていう意味でベータ版だと思うんだけど、もうめちゃくちゃ使いやすいソフトっていうのが付属している形になっています。はい。で、今こうやって作ったプリセットなんですけど、こう左に僕こう Photoshop 用とか Lightroom 用とか作ってるじゃないですか。こういうのを、アプリごとに作って、それをね、アプリごとに使い分けられるんだけど、そのプリセットの切り替えっていうのは、このツアーボックスコンソール側で勝手にやってくれます。バックグラウンドでこう起動してる時っていうのは、じゃあ Photoshop やってる時は Photoshop のプリセット、プレミアに移ったらプレミアのプリセットっていうのは、この画面の右上にね、今どのプリセットを使ってますっていうのが出てくるので、それで勝手に切り替わってくれるんですよ。これめちゃくちゃ便利ですよ、マジで。で、こう何のソフトも使ってない時っていうのは、このデフォルトっていうか、こうグローバルその他のアプリケーションっていうのを選んでやれば、エクスプローラーとか、OS 標準の機能を使っている時のデフォルトの操作を割り当てることができます。だからもう、こう、ウェブサイトのスクロールとか言っちゃえば、なんかお気に入りのサイトを開くとか、よく使うね、アプリケーションを開くとか、そういうのを割り当てておくと、一発で起動したりとか、そういった意味でも、こう、時短というか、効率化っていうのはできるんじゃないかなと思います。あとね、このプリセット面白いのが、作ったプリセットっていうのを共有することができるみたいです。だから僕が作ったのをみんなにあげたりとか、こうツアーボックスのサイトにこうプリセットが、いろんな人が作ったのがあるので、それダウンロードして読み込むとか、そういうことができるみたいです。だから、こう一から作るっていうのがめんどくさい人っていうのは、自分の用途に合ったプリセットっていうのをダウンロードして読み込んでから調整していくみたいな方が、時短になるのかもなって思ってます。これいいよね。
面白い。まあ自分が作ったプリセットっていうのを保存しておけるっていうのもいい点かなと思う。なんかこう作って、例えばじゃあこのアプリケーション、まあどういうそのシステムとしての、ね、管理になってるのかわかんない。プリセットが消えたとかってなったら、このコンソールソフトは入れ直せばいいだけなんだけど、プリセット消えたらね、もうやる気なくなっちゃうんで。まあ自分のプリセットが完成したら書き出して保存しとくみたいな。まあそれでもいいんじゃないかなと思ってます。はい。あとね、コンソールソフトまだ面白い機能があって、まだ僕使いこなしてないんで、まあ、機能として触りというか、一応紹介だけしておくんですが、これ、今割り当てるのこうなんか、ショートカットキーみたいなのを割り当てたんですが、マクロ設定っていうのもできるんですよ。マクロっていうのは、一つのショートカットキーとか、一つのコマンドとかじゃなくて、複数のコマンドを組んで、まあなんかプログラムを組むみたいな感覚に近いのかなと思うんですけど、こう、新規マクロっていうのを作って、こうアクションっていうのでね、このショートカットキー、遅延、カーソルの動き、テキストとか、まあこういうのを組んでいける。こう時間として、例えばこうテキストを打つ、t を打つ、h を打つ、a を打つ、n を打つ、k を打つ。で、y, o, u って打つ、サンキューって打ち込むみたいな。まあそういうのを組めるわけですよ。まあそんなことやらなくてもいいんだけど、まあこのマクロ機能っていうのは、こう、まあ使う人が使えば、めちゃくちゃ効率化に貢献する機能なんじゃないかなと思うし、あとツアーメニューっていうのがあって、これは、このね、ショートカットキーを割り当て、ボタンに割り当て、ツアーメニューっていうのを割り当ててやると、こういう感じで特定のコマンドっていう、なんかこうメニューリストみたいなのを表示することができて、ウェブサイトを開く、これ今ツイッターを開くとかっていうのを、まあ、さっき機能を確認するときにね、設定してみたんですけど、まあこうやっていろんなコマンドっていうのを、まあこれあんま多分めちゃくちゃヘビーに使ってるコマンドじゃないやつとかをこの辺にやっとくと、たまに使うやつがこう呼び出して、まあこのウェブサイト見ようとか、アプリ開こうとか、まあそういうのに使える便利な機能なんじゃないかなと思ってます。はい。まあソフトウェアはそんな感じかな。僕的にはもうこのコンソールソフトのこのなんか見た目っていうのがドンピシャで好きなので、なんか特に Windows はそうですけど、めちゃくちゃソフトウェアがしょぼいっていうのあるじゃないですか。言っちゃえば機能性とね、デザイン性っていうのはまあ両立しなくてもいいのかもしれないけど、まあさっきも言った通りこう理解するのに手間のかかるソフトとか使いたくないんですよね。っていう意味で言うとめちゃくちゃこう使うのに対してハードルの低い、使いやすいソフトになってるんじゃないかなと思います。はい。はい。ツアーボックスエリート、まあ、ハードウェア、ソフトウェアに関して、まあ、機能性の紹介というか、僕の気に入ってる点みたいなのを熱量を込めて話させてもらったんですけど、まあ、全く気になる点がないわけではないので、まあ、その辺をちょっと話していこうかなと思います。でもまあ、正直、まあ、後でちゃんと話すんだけど、僕はめちゃくちゃ気に入ってて、なんかあんまり別に文句もないんですけど、要望というか、こうした方がいいんじゃないみたいな感じ。なんか今の時点で僕的には95点ぐらいあるんですよ。そのなんか100点、120点、150点とかに持っていくためにみたいな話になっちゃうんですけど、これね、ここだけちょっと改善してほしいかな。これ、スクロールキーがあるんですよ、これ。このスクロール。ここね。このスクロールキーがちょっと軽すぎるっていうのはある。これなんかノブとか回転も軽い。で、まあ、物理的な引っかかりがあるわけじゃないんで、トルク感っていうのはあんまりこう重たい感じっていうのはしないんですよ、全部。で、スクロールに関しては割と軽くて。で、まあ、ダイヤルとかノブに関してはあんまり文句はないんだけど、これスクロールに関してはこうね、押す動作があるじゃん。ボタンこうやって押す。で、この他のダイヤルと違って、その、押す、このノブとかダイヤルも押せるんだけど、押す動作に対して、こう下にこう動いちゃうわけよ、これが。ってなると、こう、押した動作をしたいのにこう上下にスクロールした動作っていうのが機能しちゃうことがあって、これが鬱陶しい。ここはなんかもうちょっと重たくてもよかったのか、あとは回転し始めの認識っていうのをもうちょっと鈍くした方がいいんじゃないかなと思う、僕は。こうライトルームとかだと HSL のスライダーをこれで上下で、選択してとか押して、まあ色相とか、サイドとか、まあその HSL のねパラメータを切り替えたりとかっていうのなんだけど、こう押して切り替えるときにこう色が変わっちゃうみたいな。なんかもうその辺が煩わしくてこれ使わなくなっちゃったんですよ。あんまりこう押す機能とかもうスクロールしか使わないみたいになっちゃってるんで、ここはねちょっともうちょっと重くしてくれるとありがたいなと個人的には思いました。はい。あともう一つなんですけど、これツアーボックスエリートに関してこの電源ですね。これ単3電池2本なんですよ。これはまあいいんですけど、個人的には内蔵バッテリーでこの USB-C で充電して欲しかったなって思うかな。なんかこうたまにこう USB 挿して充電して、まあ普段は外して使うみたいな感じでできたらよかったなと思うし、まあ単3電池でもいいんだけど、まあ技術的に無理なのかもしれないけど、この単3電池入れといてニッケル水素とかね、こう USB-C 挿して USB-C で駆動しつつ、まあこの電池にも充電してってくれたりとか。
まあそうなってくれたら嬉しかったなと思う。今これ USB-C つないでもこっちに充電してくれないので、まあ単純に、電池の残量がなくなったら変えなきゃいけないっていう感じがちょっともったいないなと思いました。ちなみにこれはなんか強くは言えないというか、全然検証したわけじゃないので、具体的な感じでは言えないんですけど、電池持ちは悪くないと思う。多分。そんなに僕はすぐ切れるっていう感じはなかった。届いて変えたの多分1ヶ月ぐらい、1ヶ月持ったっけな。全然覚えてねえな。でも1週間とか2週間じゃなかった気がする。3週間、4週間とか。もっとだったかもしれない。っていうのは持ったんで、電池持ちは悪くないんじゃないかなと思います。まあ、使う頻度にもよると思いますけどね。はい。あともう一つ。これもできれば対応した方がいいんじゃないかなと思うんですけど、プリセットの、さっきね、そのプリセットを共有して、まあ、ツアーボックスのサイトからダウンロードして共有できるとかっていう話をしたんですけど、これできれば僕は、ソフトウェアの中でやりたかったなって思います。あとは、ツアーボックスさんのサイトに行って僕が確認した限りでは、そのプリセットの中身、設定されてる内容っていうのを確認してからダウンロードができないんですよ。で、なんか詳細とかもなんか見れないし、一回ダウンロードして多分インストールしないと中身がわからないみたいな感じなんで、面白いなと思いつつ、あまり実用性はないというか、なんか外れもたくさんあるのかわかんないけど、なんかできればソフトでこう、ツアーボックスのね、プリセットが置いてあるコミュニティみたいなのに参加して、まあ仮でね、読み込んで、実際にインストールしますかみたいなのが選択できたら、もっともっと使いやすくなるんじゃないかなと思いました。はい。あともう一つ、これなんか個人的にめちゃくちゃ気になった部分なんだけど、まあ頻度としてね、全然多くないので、そういう意味ではあんまり気にならない。でも実際に起こるとめちゃめちゃ気になる点なんだけど、多分ここのボタンがね、このバネの音、これちょっとマイクに近づけるけど、これなんかバネが震える音わかるかな？これね、普通に押すだけだと全然鳴らないの。ならないでしょ。で、これ今わざとこう、なんか跳ね上がるようにやって鳴らしてんだけど、これがたまにこう、多分手が汗ばんでベトベトになった時かなわかんないけど、なんかひっついてきてるのかわかんないけど、めっちゃヘビーに使ってる時に鳴る時があるの。これめっちゃ不快で、こう、鳴り始めるとなんかちょくちょく鳴ったりするから、この辺がなんか、まあなくなるととても嬉しいけど、別にあっても僕は使います。はい。あともう一つ。これは要望でしかないんですけど、これちょっと重たいんですよ。この見た目からは想像できないぐらいの重量があるんですけど、これは、こう置いて使うときに、こう安定性を高めるためだと思うんですよね。これ全然いいと思う。むしろこの横サイドのボタンを押すときとかにずれないんで、すごくいい点だとは思うんですけど、軽いバージョンも作ってほしいなって思って、これめちゃくちゃ気に入ってるんで、まあ出先での作業でも使いたいんですよ。で、出先で作業に使いたいってなったときに、まあ気になるのは重さで、出先で使うときは、なんかこの安定感とか若干犠牲にしてでも、なんか軽くなってくれたら、ね、出先でこう、写真編集とか映像編集とか、パパパってやらなきゃいけない仕事もあるんですよ。そういうときに、まあ持ち運べるツアーボックスライトっていうのをぜひ作ってください。お願いします。買います。はい。っていう感じですかね。まあハードウェアの話、ソフトウェアの話、気になる点っていうのを今話していったんですが、まあこっから僕個人のめちゃくちゃ個人的な感想を話していきたいなと思います。めっちゃ動画長くなるんじゃないかな、これ。多分。まあいいや。まあ最初に僕は写真の編集とかで使うよっていう話をしたんですけど、今現在もう最初に言った通り複数件仕事とかでも実務でも使って大変気に入ってもう手放せません。そういう状態です。もう紛れもない事実です。ずっとデスクトップの上にあります。はい。前の動画とかでテンション高く褒めすぎて、忖度ありありみたいなコメント来ておもろかったんですけど、まあそうなっちゃう。これ使ってみ一回。マジで。絶対使った方がいい。まあ実際僕の作業で言うとこう液タブでね、こうやってグローブつけんでいいけど、こう液タブでこうやって作業するわけですよ。でまあこう左手に、今まではまあトラックパッドを置いてたわけですよ。今ここに追いやられてるんだけど。まあそういう時にこう本当にこう僕はここの画面とここの画面をこう見るんですけど、こっちは編集用の画面で、こっちは実際の確認用の画面みたいな感じで見るんですけど、その時にね、まあこうやって編集してて、まあ前の動画でも言ったんですけど、ここの左手に目線をやるっていうのはすごく苦痛なんですよ。ストレスっていうか、ストレスだし、時間がかかるんですよね。こうみたいな。っていう中で、まあここで編集してこっち見てこっちここを見ずにブラインドタッチで使える左手デバイスっていうのはめちゃくちゃメリットなんですよ。で、実際にこう
編集してる作業見せようかなと思ったんだけど、まあめんどくさいからちょっと勘弁してください。なんか見せれる素材から探すの大変だった。まあなんか実際に動画撮れる時があったらちょっと後日撮りたいなと思ってるんですけど、まあ実際に使ってる内容として言うと、なんか僕は Photoshop で使うことが多い。Photoshop とプレミアで使うことが多いんだけど、Photoshop の時ってなんかこうブラシサイズを変えれるんですよ。このダイヤルとかで。ブラシサイズを変えれるとかって言うんだけど、僕はそのブラシサイズ変えるとかっていうのは、オルトキープラス右クリックでやってる。早いんで。やってるから、まあなんかそのデモンストレーションでやってるそういうのは使ってないんだけど、ブラシの不透明度とか、流量とか、色を塗るとか、まあマスクを調整したりする時とかもあるんだけど、まあそういう時に濃さを調整するっていう時に、今までってこのキーボードで1、2、3、4、5、6みたいな数字で 10%、20% とかで設定してたの。まあ0なんとかでこう 2%、3% とかできるんだけど、このノブ使うとめちゃくちゃ細かく設定できるよね。簡単に。なんかその、バーって回せば一気に100に行くし、100はいかんか。まあ、バーって動くし、こう、1個ずつ動かせば 1% ずつ刻みで調整できるとか。これがね、めちゃくちゃ便利だったね。今まではその、細かくやるんだったらその、オプションバーっていうね、上にある操作パネルから操作したりとかしてたんだけど、それがめちゃくちゃ楽になりました。あとは、ツールの切り替えの時に、ツールの切り替えの時に、今まではこう、キーボードで、このキーボード可愛いでしょ？このキーボードで、まあ、ブラシだったら B、修復だったら J、スタンプだったら S、消しゴムだったら E とかって感じなんだけど、これさ、わかる？ブラシとかスタンプとか、イレーサーとか、なんか頭文字で、まあわかりやすいっちゃわかりやすいんだけど、こう、距離があるんよね。で、タイピングは、こう、ホームポジションがあるから、ブラインドタッチでできるんだけど、コントロールとなんかキー打つとか、まあ、オルトとなんかとか、こう、B とか E とかって、キーボード使ってるとなかなかこう、ブラインドでやるって難しいんですよ。こう、常に同じところに手を置いてないから。こうね、もっともっとこう、キーボードの右側のキーを使ったりもするし、そういう時に、まあよく使うツールっていうのをこの十字キーにまとめる。こう、修復ブラシ、スタンプ、消しゴム、選択範囲ツールとか。まあそういう風にまとめられるんで、本当にね、めちゃくちゃ便利でしたよ。Photoshop で使った時一瞬で手に馴染んだもん。もうこうなんか実際に使って、実際の編集作業して、あ、今これ使いたいなと思ったら、じゃあどこに設定しようか、ここに設定するって言って、感じのを最初にやって、もうそこからもうガシガシ使ってますね、僕は。めちゃくちゃおすすめ。何回言った？おすすめって。プレミアとかでもそうなんだけど、まあカット割りだったりとか、リップル削除とか、いろんなツールを割り当ててね、めちゃくちゃ便利に使えるんですけど、個人的に便利だなと思ったのは、ここにね、コントロールスペースを割り当てて、ひらがな入力と英数入力っていうのを切り替えれるようにしたんですよ。テロップ入れがめちゃくちゃ楽になりましたね。2つ押さなきゃいけない。僕 US キーボードなんで2つ押さなきゃいけないっていうのが一発で切り替えれる。Windows ってね、カナと英数、その英数にしないとショートカットキー効かないのよ。プレミアとか。真面目んどいでしょ。まあそういった部分も効率化できて、本当に便利に使わせていただいております。ありがとうございます。ツアーボックス。次ね、ぜひツアーボックスライト出たらまた送ってください。これマジで白欲しい。白が欲しい。このなんかルーセントブラックだっけ？ちょっとこうスケルトンになってるよ。これがなんか一押しらしいんだけど、まあ僕は白が欲しかったな。はい、こんな感じです。あ、ちなみにそのライトルームでの使用に関しては、正直あんまり使ってないな、僕は。多分使い道はたくさんあるだろうし、全然いいツールになると思うんだけど、ライトルームってセレクトをすることが多くて僕は。で、なんかこう、ちゃんとした編集って Photoshop に持ってっちゃうんで、Photoshop で使ってることの方が多いです。こう、セレクトとかだとね、もうここでやっちゃった方が早いっていうのもあるし、まあこっちでやっても早いっていうか同じだと思うんで。あ、でもあれだな、ライトルームでもプレビューの作成とかをこうなんかどっかにマクロ組んだりとかでね、割り当てたら一発でできるのか。書き出しとかちょっとちゃんと使ってみよう。はい。こんな感じで、ツアーボックスの、まあ、長編レビューみたいな感じで動画を撮ってみましたけど、総尺何分になるのかちょっとビビっておりますが、本当にもう使いやすいというか、もう手放せない。もうこれは返しませんよ、ツアーボックスさん。っていう感じで、マジでもう嘘偽りなくお気に入りになっております。まあ、マジでこう日常的にこう反復作業というか編集作業、似たような作業というかっていうのがね、ある人とかヘビーな作業、なんか一件あたりでもなんかこう何時間も編集するとか、そういう作業のある人っていうのはもう絶対に使った方がいいツールだと個人的には思っております。なんかこうライトに使うユーザーにとってはあまり恩恵感じられないというか感じづらいものになるかもしれないんですけど、さっき見せたツアーメニューだったりとか、まあマクロだったりとか、まあそういうね、まあ組むときにちょっとめんどくさいんだけど、一回組んじゃえばこう使うのが楽になるものだったりとか、あとはそのヘッドアップディスプレイとかガイドとかの表示っていうの
もすごく綺麗で見やすいものが表示されるので、まあライトユーザーでも全然使いこなせるものになるんじゃないかなと思います。まあある程度のリテラシーというか、どうしても自分で設定する部分っていうのは多かれ少なかれあるんで、まあその辺がハードルになる人にとってはちょっときついかもしれないんですが、個人的にはもう本当に便利で大好きです。ツアーボックスエリート。はい、ということで、まあ写真に限らずね、まあ映像でも何でもですけど、まあ編集作業をするクリエイターにおすすめしたい、ツアーボックスエリートの紹介でした。はい。この写真を撮る宮田さんでは撮影関連の機材とか気になるガジェットの話をしていくチャンネルになっておりますので、動画が面白かったなとかためになったなと思ったらグッドボタンとチャンネル登録していただけると嬉しいなと思います。この動画が出てる段階で言えばまだ数日クラウドファンディングの期間があるので、気になる人は今すぐ概要欄からリンクをチェックしてください。ということで、今日の動画はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。宮田でした。バイバーイ。はい。まあ実際になんかやる作業を見せたいなと思って準備はしたんですけど、喋りだけで1時間ぐらい経ってるんで勘弁してください。また別で、編集する動画、なんかタイムラプスとかで撮ってみたいんだよね、この手元って思っております。はい。バイバイ。